こんにちは。今週もお疲れ様でした。前回の動画の最後にもちょっとお知らせしたんですけれども、連絡用のインスタグラムのアカウントを概要欄に貼っておきますので、よろしければお見知りおきください。以前みたいにね、チャンネルを間違って削除してしまったりとか、万が一チャンネルがバンされてしまったりとか、何かあった時、YouTube 上では連絡がもうできない状態なので、そういう時のための連絡用としてのインスタグラムのアカウントとなります。そのインスタ自体はですね、何かを投稿するかどうかっていうのはちょっと未定で、気が向いたら何か投稿してみて、気に入ったらもしかしたら投稿するかもしれないし、何も投稿しないかもしれないです。はい。ちょっとここ2日間3日間くらいかな、私ちょっとお腹の調子が悪くてですね、お腹腸の調子が悪いっていうのかな。はい。それでお腹の調子が悪いとちょっと力が出ないというか力が出ない感じがして、体もかったるいんですよね。なんでそうなったのか、変なもの食べちゃったのか、寝てる時お腹が冷えたのか、単純に今、季節の変わり目なので体調崩してるのか、何なのかはちょっと分かんないんですけれども、昨日はついにね、シャワーとか浴びるのももうだるくって、もうそのまま寝てしまって、あの食器とか茶碗とかも洗わずにそのまま寝てしまって、もう朝になってシャワー浴びて、朝になって食器洗ってっていう感じでした。もうね、体がだるいと、もうそういうちょっとした生活の動作すらもうだるいってなっちゃったりとかしますよね。その具合が悪いですって言うほどの体調じゃないって感じなんですよ。ちょっと気合い入れれば通常通り動けるし、今私無職ですけど、もしこれくらいの体調で会社員だったら普通にあの気合い入れて会社に行ってるっていうレベルですね。ただ会社に行ってる時はちょっと腹が痛いわって思ってても、腹が痛いっていう表情に出さないように我慢するっていうのが結構辛いっていうレベルじゃないけど、辛いかなっていうことはありました。なのでね、そうやらなきゃならないっていう環境だと頑張るけど、逆にね、今自分で一人で生活してて、特に決められた仕事とか全然ない無職状態なので、そうすると本当にね、あの何も頑張れなくなっちゃいますよね制限がないから。なのでついにシャワーも浴びず茶碗もほったらかしで昨日寝てしまいっていう感じでした。今日もね、体がだるくってね、ちょっとお腹は下り気味だし、何なんですかね、冷たいもの飲みすぎたって言ってもそうでもないっていうか、結構ホットのお茶とかも飲んでるし、なんなのかなと思います。ちょっとね、やっぱり昔より体がちょっと弱くなったのかなっていう気もしますね。私は結構昔から胃腸とかもね丈夫で、風邪とかもひきにくくって、多分免疫力も高い方なんじゃないかなと思ってたんですけどね。それもね、いろいろ年を重ねるにつれ、なんていうか、単純な体の老化ももちろんあるとは思いますけども、それ以外にね、一回悪くするともうそこがちょっと弱っちゃうとかあるじゃないですか。だから私もアラサーぐらいの時にですね、一回いろいろ生活で無理をしてちょっと胃腸を悪くしちゃったことがあって、それまでめっちゃ胃腸とか丈夫だったんですけど、結構無理をした生活を繰り返してたら胃胃腸がすごく悪くなっちゃったんですよね。胃がもう結構
こうただれてる感じがしますね。痛くってちょっと腫れてる感じもして、食事とかもちゃんとした時間に食べれてなくて、食べる内容もこうめちゃくちゃで、なんかしながらこうサンドイッチを頬張るとか、ウィダインゼリーみたいのを飲むとかそんな感じで無理してる生活してたら、初めて胃痛になって、で結構そのまま無理な生活続けてたら結構ひどい状態になった時ありましたね。で結局その時仕事辞めたんですけど、ぶっちゃけ言うとブラック企業だったんですよね。ちょっと働き出して、ちょっとやべえな、ここブラックかもとか思ったんですけど、やっぱりちょっと変なこ真面目さというか変な考えがあって、それでも1年くらい働いてみないとはっきりは決断を出すのには早いんじゃないかとか、1年はまず頑張ってみようとか思っちゃったんですよね。それでやべえなって思ったら、やべえ内容は今から思うと間違いなくやべえのになぜか1年間やって、明らかにやばいって自分でも分かってるのに、1年間の期限が来た時に自分の中で結果やばかったですねっていう結論を自分の中で出して速攻やめたんですけど、そういうバカなことをしたなっていう記憶があります。でね、会社辞めた後はまずは体調も戻してっていう感じだったんですけどね、そこからね1年はなかったかな、数ヶ月間くらいはね、揚げ物が食べられなかったんですよ。もう胃が悪くなっちゃって、揚げ物とか食べたらすっごい腹痛になっちゃう。もう多分胃がただれてるのかな。だから油物とか食べるともうね、胃が痛くって全然食べれなくっていう感じになってましたね。それも徐々に治ってきて、そろそろ食べても大丈夫かなって思ってちょっと唐揚げ食べてみると、もう胃が痛たたって痛くなって後悔したりとか、そういうのを繰り返しつつ、1年ぐらいでほぼ普通の状態に戻ったかなって思います。そんな感じでね、もともと胃腸が丈夫だった私でもやっぱりね、こう無理をし続けると、こう痛め続けると、体を自分で2回言っちゃったなんかそういう風にこう自分で雑にね、自分自身の体を扱ってしまうと、特に自分は丈夫だし若さもあるし無理ができるし、でそこで一回悪くしちゃうと、なんて言うんだろう、もう悪くなる、もう元には戻らないから、こう常にケアしてないとというか、ちょっと弱い状態になっちゃうっていうのがありますよねだからせっかく持って生まれた強い部分をね、自分で痛めつけて悪くしたりとかね、そういうのはね本当にもったいないことだったなぁなんて思います。それはね、この胃腸とかそういう臓器だけじゃなくてね、あのその体を動かすこととか運動をすることとかでね、怪我をしてしまうとか、この使い続けたことで、それが結果的に負傷につながってしまうとか、そういうのもねやっぱもったいないなっていうふうに思いますので、今ね私はそんなこと気をつけなくても体のことは考えなきゃなって思う年齢になってきましたけれども、若くて元気な時、そして自分は丈夫だ、体も屈強だって思ってる人がいたら、だから無理をする、だから無理もできるっていうメリットもあるんだけども、やりすぎて傷つけてしまうっていうのはとってももったいないので、それを大事に守りながら、ちょうどうまく鍛えながら守りながら、そのまま年齢を重ねていくのがいいんじゃないかなとか思ったりします。ここ2日間くらいこうお腹の調子が悪くて、ちょっと体に力が入らずだるい。
っていうのでね、こう昔は胃腸めっちゃ丈夫だったのになっていうのを思い出したりしました。まあおかげさまでね、今でもこう基本的に胃腸が弱い方ではないとは思ってるんですけど、でもなんかま年齢のせいもあるのかな、やっぱ寒くなったりとか急に暑くなったりとか疲れが溜まったりとかすると、ちょっとどこかしらね不調が出たりとかするのはねありますね。うん、そんな感じで、まあとはいえね、私もまだ40代ですので、これから50代60代70代80代だなっていった時までね、あの体はスペアがないわけですからね、ずっとこの体を使っていくわけなので、まあ、ある程度こう大事に循環させていくというか、大事にこう育てていくっていうか、別に、まあ、今から成長するわけじゃないんですけれども、まあ、細胞は分裂して繰り返され、筋肉もある程度刺激によって成長してっていうのを、まあ、繰り返してますのでね、代謝しながら。なのでうまくこう使っていけたらなっていうふうに思います。でやっぱりね、自分の人生で何かしらピンチにあった時とか、それはこの外面的な部分でも精神内面的な部分でも、やっぱり体が守ってくれた部分っていうのはありますので、体が怪我を負ったりとか、体で逃げたりとかまああとは精神的な何かがあった時とかも、ある程度こう腹筋で受け止めたりとか、なんか体に不調が出たりとかそういうのもありましたけれども、そういうのもね、結局はある程度体が処理して、それでその疲労とかをね、寝たりとか食べたりとかすることによって回復してっていう感じで、体の方が助けてくれてたなっていう感覚もあるので、もう体イコール自分ではあるんですけども、ちょっと客観的にね、体をこう自分のなんていうか、乗り物みたいな感覚ですね。ガンダムみたいな感覚ですかね。そうこの優秀なガンダムっていう乗り物が結構頑張ってくれて、この操縦席にいる私を助けてくれていたなって思うこともあるので、それはねちょっと感謝してるんですよね。だからそういう意味で私がちょっとこうなんかメンタルがこうイライラしたりとか、嫌なことあったりとか、ストレス溜まったりとかで暴飲暴食とかすると、それをね体に処理させてるっていうね、ちょっと申し訳なさはあるんですよね。この体イコール自分ではあるけれども、ちょっとなんか別に感じちゃうようなことがあって、また体になんかこうツケを回してしまった、体に申し訳ないみたいなそんなこともあったりするので、なのでまあね、たまにはね体に対してね、自分自身ではなくちょっとお客様みたいな感じでねいたわってあげれる時が、そういう気持ちを持つタイミングをね定期的に持った方がいいかなっていうふうに思いますね。まああとね、体が元気とかね、体が健康っていうのは、まあ私のチャンネルでも結構言ってるんですけど、健康第一の第一っていうのはやっぱりね、これはここまで生きてきてね、これこそやっぱね間違いのない真実だなっていうのは実体験から実感してるので、まあよく言うね、お金があっても健康じゃないと全然幸せにはなれないことって多いじゃないですかね。あのお金がめっちゃあってもさ、自分がさ透析するような病気だったり、まあ、糖尿病とかねなってたりとか、
食事を本当に制限しなければならないとか、行きたいところにも元気に行けないとか、あのま目いっぱい泳げないとか、そういう経験とかがすごく制限されてしまうので、あれですよね、なんか体を健康に保つのはやっぱりね、これさっきの話に戻ると、ちょっとやっぱガンダム的な要素で考えると、ガンダム動かなかったらね結局楽しくないんで、そういうことですね。うん。またちょっと自分でもなんでそんな話になったのかちょっとわかんないんですけど、ちょっと今日は腹の調子が悪くて、昼にちょっとコーヒー飲みたいなと思ったんだけど、ちょっとねお腹の調子が微妙だとコーヒーっていうのもちょっと刺激物な気がしてね、ちょっと飲めませんでした。で、とてもジムに行って運動をしようっていう気分にもなれず、ちょっと無理すれば全然動けるくらいのレベルだけど、だって無理したくないじゃないですか動きたくないのに。なので今日はね本当になんかだらーんとしてしまいましたね。だらーんとしてしまったのに、この微妙に体調が悪いとすごく私食べたくなるんですよね。その体調が悪いっていう不快な感覚を紛らわせるためにすごく食べたくなるんですよ。なので今日もねすんごいパンが食べたいと思って、パンを買ってきて、結構でかいパンを買ってきて、そのパンをねむしゃむしゃとねたくさん食べましたよ。でやっぱり蜂蜜とかたっぷり塗ってね、すっごい糖質欲しいわと思って、なんか本当は羊羹買ってこようかなと思ったんだけど、ちょっと羊羹食ったぐらいじゃちょっと収まらんと思って、やっぱりこの体積のあるでかいパンをたくさん食べたいと思ってね、ちょっとパンを今日もガツガツ食べてしまいました。こんな風に、今日ねそんな感じでダラダラっとベッドに寝っ転がりながら YouTube を見てたんですけども、なんかその YouTube でね、あのー実はあんまり美人だとは思っていない芸能人っていう特集っていうかね、2チャンネルの引用の動画だったんだけど、それでなんとなく興味を惹かれて見てみたのでね、見てみたんですよ。多分女優さんの中でも演技派とかで、このいわゆる誰が見ても美人じゃないけど女優をやってますっていうような、そういう演技派女優さんとかの顔についてちょっとディスるくらいの内容なのかなって思ってちょっと見てみたんですよ。なんかそしたらめちゃめちゃ誰が見ても美人の中の美人でしょっていう代表的な女優さんをビシバシビシバシその顔をディスってたんで、あの一回も可愛いと思ったことはないとか、ここがこうだああだとか整形してるとか、なんかそのディスるようにびっくりしちゃって、こんな美人の人をこんなにディスれるなんてすげえなって、すごいなんか逆に感心しちゃったんですよね。もちろん顔の美醜っていうのはそれをジャッジする人の主観的なものが多いので、人それぞれ好みとかいろいろあるじゃないですか。なので誰が見ても美人とかそういうのはもちろんないとは思うんですけども、いわゆる芸能界の中でも深田恭子さんとかね、長澤まさみさんとかね、そういう綾瀬はるかさんとかね、そういう代表する美人の女優さんとかをもうめったくそに全部ディスってたので、顔のことをねちょっとびっくりしちゃったびっくりしちゃったし、興味深いなってすごい思ったんですよね。
こんなねみんなから美しい美人だって思われてる人でも、一部の人からするとこんなにディスられ、顔のことを美人じゃない、可愛くないとか、あそこがああだとか言われているっていうことがちょっと面白いなって思いました。もちろんね、その嫉妬みたいなとかやっかみとか、もしくは単純にその人の何て言うんだろう、その見た目の個性じゃなくて、そのパーソナリティ的な部分がなんとなく好きじゃなくて、こう見てるとこの自分の脳の中で補正が入ってしまってちょっと悪く見えてしまうとかね、そういうのもあるとは思うんですけども、ただね、こう人の美醜に対するジャッジっていうのは面白いもんだなってすごく思ったんですよ。で、逆になんですけれども、そんなにね可愛くない人とかでも、人によってはあの人が可愛いとか思ったりとかするじゃないですか。もしくはなんかだんだん可愛く見えてくるとかさ、そういうのも結構ありますよね。だからあの人それぞれこの美醜に対してはもちろん個人個人の好みによって全然違ってくるっていうのもあるんだけれども、この脳による補正が結構入るもんなんじゃないのかなっていうのをふとね思ったっていう、そういう話なんですけれども、例えばそれで言うと、この顔がね年齢とともに老けていく、その老けていくっていうのはやっぱり若い時よりも、その若い時の方が間違いなく可愛いし、美しいじゃないですか。何をもって美しさとするのかとかそういうのは別として、やっぱり一般的に可愛い美しいなって感じるのは20代とか30代とかね、それくらいがやっぱその人の人生の中では美しい時期じゃないですか。だからこの我々世代40代とかね50代とかになってくると、やっぱりね見た目的にはちょっとねこう矢印が下に下がっていくような感じになって、本人もねそれを毎日見てるわけですから分かって、ちょっと落ち込んじゃったりとかねすることはあるんですけれども、でもよくさ同窓会とかでもしくは久々に昔の友人とかに会った時に「わあ久しぶり」って言って「全然変わってないね」って絶対言うじゃないですか。で客観的に見て老けたなっていう部分は絶対にわかるんですよ。シワとか全体的な顔のラインとか雰囲気とかね、こう体型のフォルムとかねそういうのもわかるんですけど、でもなぜか全然変わってないねっていう風に感じてしまうっていうのは、やっぱりなんていうかな、昔の記憶とかその人のパーソナリティをよく知ってたりとかすると、やっぱりそこでも脳の補正が入ってると思うんですよね。だからもう全く知らない街で見かけた人をパッと見た人と、その人の昔の友人が久しぶりに街で出会ってパッて見た時とでは全然その人の外見に対するジャッジのというか、その評価がね変わってくると思うんですよ。だからおそらく全然変わってないねって言ってる人はちょっとねよく見えてると思います。若く見えてるとかね、そういう感じでね、この脳の補正っていうのはちょっと面白いなと思うんですけども、例えば鏡で毎日自分の顔を見てる時とかもやっぱり補正が入るって何かで見たことがあるんですよ。見ただか聞いただか忘れちゃったんですけど、やっぱりね鏡で見てる自分は少し補正を入れてよく見せているみたいなそう考えるとさ、傍から見てる自分もっとブスなのかと思うとちょっとねゾッとしちゃうんですけど、でもねその補正っていう考え方で見ると、もう私
の友人とかね、知り合いとかもう定期的に会う人とかはこう私の顔を毎回見れば見るほど、もしかしたらだんだんいい方に補正を入れてくれてるかもしれないですよね。だからこうだんだんとね、もしかしたら私のことを最初にパッと見た時よりもちょっといい人だっていう好印象の顔立ちとして見てくれてる可能性もあるかなって思うんですよね。その逆もあるけどね、その私がなんかすごい嫌なこと言ったとか、なんかこの人苦手だわとか思ったら、多分悪い方の補正をかけてもっとブスとかもっと老けたりとかおばさんに見えてるかもしれませんけどまあいいや。まあそんな感じで、なんていうのかな、この顔の美醜っていう意味で言うと、あの平均的に誰が見ても可愛いっていう人は、多数決でこの人可愛いねっていう人の数が全体的に多い人が一般的に美人って言われてるっていうことだと思うんですけれども、だからそのいろいろね、好みによってはこの自分みたいな顔立ちがなんとなくこうグッとくるというか、好みだなと、なんか好きだなとか思う人もいれば、逆になんかこの人の顔立ち嫌いだなとか、なんか嫌いとまではいかなくてもなんか特に魅力を感じないなとか、なんかそういうのって本当に人によってあるんだろうなっていうふうに思いました。だからこそこうなんていうか、すごくこうみんな美人なんて本当にちょっと1割ぐらいじゃないですか。どこから美人というのか分かんないですけど、だから美人に生まれていなくてもそんな容姿でも好きになってくれる人はいるし、自分自身も別に全然イケメンじゃないのになんかこの人の顔立ち好きだなとかさ、そういうのもあったりするじゃないですか。なんかそういうのをとっても面白いなっていうふうには感じます。ただどうなんだろう、このやっぱり美人とかイケメンとかそういう顔立ちが整ってるなっていうふうに思うのは、あの結構人間全体の中での平均的な顔立ちだっていう風に言われてたりとかするんですよね。だからすごい大きく特徴がある人じゃなくて、本当にだから例えば日本人全員の男だったら男、女だったら女の顔立ちを合成して全部それの平均値を出したら、多分こう美人イケメンができると思うんですよ。だからそういう平均的な顔立ちに寄ってる人をあの美人とかイケメンっていうのであれば、なんか普通の顔立ちがイケメンとか美人なんだなっていうふうに思いますね。あと左右対称な人、この、私もね顔がちょっと左右で少しこう筋肉のつき方っていうか、骨格が若干こう左右対称じゃない部分とかがあったりとかして気にしてるんですけども、左右きれいに対称の人の方がね少ないとは思うんですよね。左右対称の人が美人とか美男に見られるっていうのはやっぱ本能的にあるらしくて、あの左右対称なのはやっぱり遺伝子的にね、こう弱くないというか正常だというか良い遺伝子っていう風にこう判断されるので、そうするとこの自分のこの生殖する相手として魅力的に感じるようになっているっていうね、より良いこの自分と遺伝子を残すためにそういう人たちを魅力的に感じるとか、そういうのはあるらしいですね。なんかちょっと面白いなって思いますけど、でもだとしたらいわゆるこの私は女性なので女性からしてこのいわゆるブサメンとちょっと言い方やっぱこれ失礼だなと言われてる
人でもなんかこの人なんかいいなって思ってしまうのは何なのかなって思うんですけど、何なんですかね。もしかしたらこの自分が持ってる遺伝子との組み合わせが相性がいいっていうのをなんとなくその人の容姿からちゃんとこう判断できてるのかもしれないですね。で実際にこう芸能人とかじゃなくてリアルで会う人とかだったらその人のなんて言うんだろう、こう動き方とか、あとはこう体臭、こう自分が普段感じてないレベルでも体臭ってきっと感じ取ってると思うので、そういうのも含めてなんかこの人いいなっていうふうに思うっていうのはあるのかもしれないですね。なんかこのあんまり顔立ちがイケメンじゃないけどなんかこの人すごくいいなって思ったこの昔のことをちょっと思い出したんですけど、テレビの芸能人の話でね、結構前20代の前半ぐらいの時だったと思うんですけど、ある日ねその頃やってた「笑っていいとも」を見てたんですよ。でそこでうっちゃんなんちゃんのなんちゃんが出てたんですよね。でなんちゃんって、ご存知のようにすごく性格がいい雰囲気がある芸人さんですけど、顔は誰がどう見てもイケメンではないじゃないですか。どっちかっていうと特徴的なお顔立ちっていうか。なのでなんちゃんなんちゃんかっこいいなって思う要素ってこうパッと見てもないのは自分でも分かってるんですけど、なんかねなんちゃんがねすごくね素敵に感じてね、顔立ちとかね雰囲気とかがね、ちょっとなんちゃんかっこいいなって思ってた時期があったんですよね。だからなんかそういうのすごい不思議だなと思いつつ、自分のそういうねこう体験もあったから、よりね自分でも容姿のことはますます悩まなくなりましたね。中学生ぐらいの時はねその多感な時期ですから、自分の容姿について少しちょっとねまあかるあの一般レベルでね悩んでたりとかすることはありましたけれども、もうだからその20代とかになるとなんとなくこうみんなが絶世の美女と呼ばれる人じゃなくても可愛いとかかっこいいとか人の好みっていうのは本当にそれぞれでとか、そういうのすごく分かってきたので、変にねこの容姿とかには本当に悩まなくはなりました。それでもね太ることに関してだけは嫌だなっていうのはすごく思ってて、あの若い頃は今以上に太らないように太るのに太った自分に嫌悪を感じてたっていう時期はありましたね。年頃だからっていうのはありますけれども、その頃の方がだから食事とかは気をつけてたなーなんて思います。さっきのブラック企業の時とかは全然食事とかもう二の次になっちゃったから体壊しちゃったりはしたんですけど、そんな感じで今日はね YouTube でそのめっちゃ美人な女優さんでもこんなに人によっては一回も美人と思ったことないとかなんかすごいめたくそ書いてあったんで、なんかそういうこともあるんだななんて思ったとこからいろいろ思い出して、あの人の顔立ちとかね容姿とか、それが可愛いとか綺麗とかそういう風に感じるその感覚の不思議さというか面白さについてちょっとねなんか感じたなっていう話でした。はい、今もねちょっと腹が微妙でね動きたくないんでこうベッドに寝っ転がって足を窓の方に上げて楽な姿勢で喋ってるんですけど、お腹が治るまではこんな感じでポテポテ過ごしてようかなって思います。それでもねちょっと腹痛いなと思いながらもちょっと一応
ある程度は今日ちょっと頑張りました。はい。じゃあそんな感じで、健康には気をつけていきましょう。それではまた。